はい、こんにちは、梅野です。本日は山を撮っていきましょう。はい、では1枚目ここから撮っていきます。ここが道路が合流しているところになってまして、奥に向かって道路が伸びてくれていて、かつ曲がってくれているので、奥行き感とかそういうのを表現しながら撮ることができます。なのでこの道路自体を誘導線みたいな形で使って撮っていきましょう。横構図で撮ってもいいんですけれども、ちょっとこの小屋とかが入ってしまうとこの線の効果が薄くなるかなと思いましたので、ここは縦構図で切り取って撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。ここは全体的にピントを合わせていきたいので F 値は13まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは125分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の道路を大きく入れまして、画面の奥に向かって伸びていくような構図で撮っています。山と空の境目は2分割で区切ったことで、写真全体のバランスとか色のバランスとかも良くなったんじゃないかなと思います。下の道路が奥に続いていて S 字構図みたいな形をしてくれていることで、これがリーディングラインとなりまして、写真自体に奥行き感とか立体感を生み出すことができたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は近くに牛さんがいましたので、ここ撮っていきたいと思います。で、今手前が影になってて、奥に光が当たってて風景がいい感じになってますので、そこも含めて撮っていきます。で、手前にちょっと枯葉があるんですけれども、あれを前ボケに使って牛さんにピントを合わせて、で背景を入れるような感じで撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。F 値は5に設定して前ボケを作りつつ、牛さんの顔にしっかりピントが合うように撮っていきます。シャッタースピード160分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の、ちょっと茶色い葉っぱを前ボケに使って、ピントは牛さんの顔にピント合わせて撮っています。で、手前の方がちょっと影になっていて、撮る前は手前の方が影になっていて奥に光が当たってたんですけども、実際撮るときはもうちょっといい感じで光が当たっているところと影になっているところがだんだんで出てくれましたので、よりいい光の当たり方になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこっち撮っていきましょう。ちょっと小高い丘になってまして、で今雲が快晴じゃなくてちょっといい感じの雲が入ってますので、ここを撮っていきます。で、だいたいこっちの土の部分と空の部分を1対1の感じで入れて、でそこに赤い牛さんもいるんですけど、草に紛れて分かりにくいですので、向こうにいる黒い牛さんをちょっと入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも全体的にピントを合わせて撮っていきたいので F 値は13に設定しました。シャッタースピードは100分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。地面の部分と空の部分を1対1ぐらいで入れようかと思ったんですけれども、撮るときにちょっと説明している時より雲が動いてしまいまして、3分の1ぐらいを地面にしてそれ以外を空にすることでちょっと雲も入ってダイナミックな感じの写真になったんじゃないかなと思います。で、ピントの位置は右端の方の黒い牛さん、そこにピントを合わせて撮っています。で、F 値13まで絞ったことで地面全体と牛さんのところと
背景の空の雲とか全体的にピントがあって、気持ちのいい写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここも道が奥に続いていて、で四国カルストっていうところなんですけど、四国カルストのこのいわいわした感じがあって綺麗かなと思ったので、ここ撮っていきます。で向こうに風力発電の風車もあって、でこっちが下がってて向こうがポカッと上がってて、全体的に景色が良かったのでここを選んでみました。でここも横構図で撮ってしまうとこの道のラインが分かりにくくなってしまうので、縦構図で撮っていきます。で僕自身は突っ立って撮るんじゃなくて、ちょっとしゃがんであげることで、ここの道のなんか縁のところ、これを使って撮っていきます。動画は横構図なんで分かりにくいと思うんですけど、ここのラインを縦構図の左下から始まるようなところに、カメラを構えまして撮ることで、これを綺麗なリーディングラインとして使うことができます。で奥行き感をすごい感じさせる写真になってくれると思うので、ここで撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ここも手前から奥までピント合わせたいので F 値は13に設定しました。シャッタースピードは125分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は奥の風車の方に合わせてるんですけれども、 F 値13まで絞ってるのと、使ってるレンズが焦点距離 24mm だったと思うんですけど、広角を使っていますので、手前の地面から奥の遠くの山の方までピントがあって気持ちのいい写真になったかと思います。で道路のこの縁のラインを、画面の左下から始まるようにしゃがんで撮りましたので、道路のこのインパクトというかそういうのが出つつ、リーディングラインの役割も果たしてくれていますので、奥行き感を感じる写真になったかと思います。で手前の方はちょっとなんていうかな、低くなってて、で途中から山がボコンボコンと順々にありますので、リーディングラインの道の部分とそういう山々の部分と合わせて奥行き感を感じさせてくれる写真になっていると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。そこが山の頂点になってまして、そこから下っていくのでその先が見えない道になってまして、背景はこっちは雲がいっぱいあるんですけども、今ちょうどこっち側は雲が一つない空になってますので、ここを撮っていきます。で道がまっすぐ続いているので縦構図もいいかなと思ったんですけども、せっかくこの言うたら地平線的な部分が横に伸びてますので、ここは横構図でこのまっすぐさを強調して撮っていこうと思います。でハイアングルから撮っても迫力は出ますし、ローアングルから撮ってもこの道の手前が大きく見えて奥に行くほど道がちっちゃくなるので迫力は出るので、どっちで撮ってもいいとは思うんですけれども、今回はちょっとしゃがんでみて道を広く撮って、手前の方ので奥に行くほどちっちゃくなることで、三角構図みたいにしつつ撮っていこうと思います。でここも空と地面のところは2分割で分けてバランスよく撮ってみましょう。はい、カメラを設定していきます。ここも全体的にピント合わせていきたいので F 値は11まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは160分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。しゃがんで横構図で撮りまして、ピントの位置はど真ん中の道路の頂点の部分にピント合わせて撮っています。しゃがんで広角で撮ったことで手前の方の道路は画面いっぱいに広がってまして、奥に行くほど道路がちっちゃく見えますので、この大きさの対比で奥行き感を感じさせるのと、三角構図みたいになっていることでこのパース線が
効いてくれて奥行きを感じさせることができます。で空と地面の部分は2分割の構図で区切ってますので、写真全体のバランスが取れた構図になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はこの坂の部分を撮って終わりたいと思います。ここ道路が通ってまして、で結構な、急坂になってるんですけれども、その坂のおかげでこの山の高さとかアップダウンっていうのを表現できるかなと思ったので撮っていこうと思います。で今雲がたくさんありまして、ちょっと待つことでここの景色が変わります。光がちょっと当たったりとか全体的に暗くなったりとかいろいろしますので、できたら他が暗くて一部だけに光が当たっている瞬間に撮ることで結構綺麗な感じの写真を撮れるんじゃないかなと思いますので、ちょっと待ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも全体的にピント合わせますので F 値は11に設定して撮っていきます。シャッタースピードは80分の1秒出てますので、ISO感度はISO感度今オートになってまして、オートで200になってます。ISO200 にすることでシャッタースピードをちょっと保ってくれている状態になってます。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は、右側の道路がありますけれども、道路の頂点の部分にピント合わせて撮っています。でさっきまで全体的に光が当たってたんですけれども、下の部分が影になって奥の方が光が当たってくれる瞬間が出ましたので、そこを狙って撮ってみました。下側が暗くなることで必然的に明るいところに目線が行くようになりますので、撮りたかったこの坂道の道路と左側の四国カルストのこの岩々しい感じとで青空と、そこを見せたかったので、そっちに目線が行くような光の当たり方の瞬間を狙って撮ってみました。で左側が山があって、で綺麗な道路があるんですけれども、人工物とこの自然の混ざってる感じが気持ちいいなと思ったので、これを撮ってみました。はい、本日は四国カルスト山を撮りに来てみました。今年はちょっと暑すぎてなかなか動画を撮りに来てないのでアップできてなかったんですけれども、山の上やったら涼しいんじゃないかなと思いまして今回来てみました。山の写真っていうのは今まで撮ったことがなかったので、どうなるかなと思ったんですけれども、風景が綺麗なので、いい感じに撮ることができたんじゃないかなと思います。山の写真撮るときはもう基本的に絞りを絞って、F10 以上にしてあげることで全体的にピントがあって綺麗な写真になるかと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let